もし、海の奥底に今も未知の巨大生物が潜んでいたとしたら、彼らは人類をどのような目で見つめているのでしょうか。皆さんこんにちは。フィクションミステリー系考察チャンネル、もしもの世界へタイムジャンプの時間です。このチャンネルでは、巷で噂のもしもの説、未解明の謎、もしもの世界の可能性を深掘りする動画をお届けしています。面白そうと心揺さぶられたそこのあなたは、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。本日の物語では、古くから語り継がれる海の怪物、クラーケンの伝説を考察していきます。もし、海の奥底に今も船乗りを襲うかもしれない未知の巨大生物が潜んでいたとしたら、そう考えただけで、背筋がゾッとする人もいるのではないでしょうか。クラーケンの伝説は、ただの空想ではないかもしれません。実は、海には今も私たちが知らない謎が数多く隠されており、深海にはまだ人類が解明できていない未知の世界が広がっています。クラーケンが初めて登場したのは中世ヨーロッパ。巨大な触手で船を襲い、海へと引きずり込むという話は、伝説として恐れられてきましたが、実際に目撃した船乗りたちの証言が残っていることをご存知でしょうか。また、現代になり科学の目で調査されると、謎めいた海の生物や異常な渦巻きがクラーケンの存在を証明するかのように発見されています。果たしてクラーケンは神話なのか、それとも科学で証明されるべき現実なのか、今回の動画では、この謎に迫り、クラーケンの伝説とその真相を紐解いていきます。伝説と恐怖の船旅。中世、北欧の冷たい海に潜むとされた怪物、クラーケン。船乗りたちはその恐ろしい姿を見ては伝説として語り継ぎ、長い航海での恐怖の象徴としてクラーケンの存在を信じていました。その昔、クラーケンに襲われたとされる目撃談は、ノルウェーの船乗りたちの間で特に有名でした。彼らは巨大な触手が海面を突き破り、船を海の底へ引きずり込む様子を目撃したといいます。クラーケンは、海に渦巻きを生じさせて船を飲み込むとも言われました。その存在は、航海する者たちにとっては避けられない恐怖であり、遭遇すれば生きて戻れないとさえ噂されたのです。あるノルウェーの船員は、自らの航海の中で海面が突然大きく波立つのを見たと証言しています。船の真横に突如として現れたのは、巨大な触手のようなもの。波の影から現れたそれは、長くうねりながら船体を包み込むかのように伸び、そのまま視界から消え去ったといいます。この怪物の姿に、船員たちは恐怖で凍りつき、誰一人声を発することもできなかったといいます。伝承に残るクラーケンの恐怖は、何世代にもわたって語り継がれ、現代に至るまで深い謎として残されています。しかし、その一方でもしかすると、クラーケンは実在していたのではないか、という考えも生まれました。果たして船員たちが見たのはただの自然現象か、それとも本当に巨大な海の怪物だったのか。クラーケンの伝説の背後には、まだ解き明かされていない謎が数多く残されているのです。巨大イカの謎、クラーケンは実在するのか。クラーケンの伝説が現実に基づいているとしたら、その正体は何なのでしょうか。近年の研究により、実在する巨大イカがクラーケンの伝説の元となった可能性が示唆されています。2004年、日本の研究チームが深海で撮影した巨大なイカの映像が話題となりました。その姿は船よりも長く、触手が長々と伸びる様子は、まさにクラーケンの伝説そのものでした。推定8メートルにも及ぶその巨大イカは、
長らく人々が語り継いできたクラーケンの姿に酷似しており、これこそがクラーケンの正体ではないか、と話題を呼びました。伝説が現実の生物に基づいていたとすれば、神話は実際の体験に根ざしていた可能性が高まります。ダイオウイカやアカイカなど、実在する巨大イカは現在も深海で生息していることが確認されています。これらの生物は、普段は海の深い場所に隠れていますが、稀に海面近くに現れることがあると言われています。船乗りたちがそうした巨大生物と遭遇し、驚愕のあまり、怪物に見えたのではないか。そんな解釈が、現代の科学によって裏付けられつつあります。クラーケンの正体が巨大イカであるという説には、一部の科学者も賛同しています。特に、海面に現れた際の巨大な影や、触手が水面から垂れ下がる様子が、クラーケンの触手として誤解された可能性も指摘されています。この視点で考えると、クラーケンはただの神話ではなく、科学が解明できる現実の存在だったのかもしれません。しかし、なぜこれほど巨大なイカが深海に潜むのか。その理由はまだ完全には解明されていないのです。もし、クラーケンが深海に生きる巨大イカだったとしたら、まだまだ多くの謎が残されています。この巨大な生物がどのように海の中で生き延びているのか、そしてなぜ人々に恐怖を抱かせたのかを探っていきます。海の異常現象と触手の謎。クラーケンの目撃談の中で、多くの船員が海の渦巻きに巻き込まれたと証言しています。果たして、この現象が巨大生物によるものだったのか、それとも海が生み出した恐怖の産物だったのでしょうか。北欧の海域では、特にノルウェー沿岸で奇妙な渦巻きが頻繁に目撃されてきました。この現象はマールストロムとも呼ばれ、強い潮流や海底の地形が複雑に混じり合って渦を巻くものです。しかし、昔の船員たちはこの渦がクラーケンの仕業だと信じていました。海が不気味なほど静まり返ったかと思えば、突如として渦が巻き起こり、まるで怪物が海の底から現れたかのように見えたのです。さらに、深海の地殻変動や海底火山が引き起こす異常な泡の発生も、クラーケンの目撃談に影響を与えた可能性があります。海底から急激に噴き出す気泡が巨大な触手のように見え、泡が割れる音が怪物のうなり声として捉えられたのかもしれません。実際、暗い夜の海で泡が立ち上がる様子は不気味で、自然の力が怪物に見えたことも十分にあり得るのです。科学的には、これらの異常現象はあくまで自然現象だと説明されていますが、昔の船乗りたちにはそれが海の怪物に見えてしまった理由も理解できます。海に巻き起こる巨大な渦や謎の音は、深海から何かが浮上してくるかのように感じさせ、クラーケンの触手が海面に現れたかのような錯覚を生んだのかもしれません。こうした目撃談が重なり、クラーケン伝説が生まれたのではないかと考えられています。クラーケンの目撃談は、海の異常現象が引き起こしたものかもしれません。しかし、こうした現象が何か未知の生物によるものだとしたら、次は、その深海に潜む謎の存在について考察していきます。深海の闇に潜む未知の存在。地球上で最も未知に包まれた場所、それが深海です。そこには、私たちの想像を超える存在が潜んでいるかもしれません。クラーケンのような巨大な生物が、今も息を潜めている可能性はあるのでしょうか。人類は月や火星を探査する技術を持つ一方で、地球の海底についてはほとんど知られていません。深海の 90% 以上は未だ未踏の領域とされ、そこには未知の生物が数多く存在する可能性があるのです。
深海調査で発見された巨大なダイオウイカや光るクラゲなどは、まるで異性の生物のようで、科学者たちを驚かせています。こうした深海の神秘は、クラーケンの存在が現実のものかもしれないというロマンをかきたてます。近年、深海探査が進み、深海には通常の生態系からは隔絶された特異な環境が存在することが分かってきました。海底火山の近くで生息する高温耐性の生物や、暗闇の中で光を放つ深海生物の発見は、私たちの常識を覆します。こうした特異な環境に適応した巨大生物がいても不思議ではありません。もしもクラーケンが今も深海に潜み、人知れず生き続けているとしたら、考えるだけでワクワクしませんか？科学者たちはまだ見ぬ巨大生物の存在を完全には否定していません。なぜなら、深海での調査は依然として困難であり、巨大な生物がいても現代の技術では簡単には発見できないからです。無人探査機が海底を進む映像を見ていると、その暗闇の先に何かが潜んでいるように思えます。クラーケン伝説がただの作り話だとは言い切れない理由がここにあります。未知の深海に潜む可能性を秘めた巨大な存在。クラーケンは私たちのロマンと恐怖を映し出す鏡のような存在なのかもしれません。もし、クラーケンが今も深海のどこかに潜んでいるとしたら、この壮大な謎が、私たち人類に何を伝えようとしているのでしょうか。クラーケンの伝説が古くから語り継がれてきた背景には、単なる恐怖や驚きだけでなく、私たちが未知に抱く好奇心や敬意が込められているのかもしれません。広大で深い海、その底に息を潜める生物たちは、私たちがまだ知らない自然の偉大さを示しているのです。科学が進歩してもなお、全てを解明できない深海の神秘。クラーケンの存在が現実かどうかは分かりませんが、この伝説を通じて、海がいかに不思議で手の届かない場所であるかを改めて感じさせてくれます。クラーケンはそんな自然の力に対する畏怖や尊敬の象徴として私たちに語りかけているのかもしれません。また次回ももしもの世界を考え、さらに驚きの世界の可能性を探る物語をお届けします。この動画が面白かった、役に立った、次の動画も見たいと思っていただいた方は、次回も見逃さないように、チャンネル登録ボタンと高評価ボタン、そしてベルマークを愛あるワンタップでポチッと押してください。ぜひ仮説や感想などコメント欄でのご意見もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。